今回は、小学生の頃勘違いしていた効果やルールについてまとめてみました。デュエマって子供でもわかりやすく、とっつきやすいルールが魅力の一つですが、実は意外と複雑な効果やルール、処理があるのです。引退勢の方も楽しめる内容なので、ぜひ最後までご覧ください。ちなみに勘違いしていた人をバカにするつもりはありませんので、そこは誤解のないようご視聴ください。それじゃあ、早速参りましょう。攻撃できない。これはこのチャンネルの動画コメント欄でもよく書かれていた。結構勘違いされがちな内容です。ブロッカー持ちによく記載されている効果で、相手プレイヤーを攻撃できない。これってどういう意味かわかりますか？実はこの効果は、相手のタップされているクリーチャーに攻撃はできるが、相手プレイヤーと相手シールドに攻撃することができない、という意味なのです。勘違いされがちなポイントとは、相手シールドも相手プレイヤーに含まれているということです。しかし子供の頃、シールドは攻撃できるけど、ダイレクトアタックはできない、という風に勘違いしていた方、結構多いのではないでしょうか？僕も兄から教わるまではシールドは殴れるものと思っていましたね。これは勘違いしても仕方ないと思います。ちなみに、このクリーチャーは攻撃することができないと記載されているカードは、シールドにもクリーチャーにも攻撃することができません。昔は水文明のブロッカーがこの記載で、光文明のブロッカーだけは、なぜか相手プレイヤーをという記載が多かった印象です。続いてはルール部門の話。その内容とは、ターン開始時にマナやクリーチャーをアンタップし忘れた場合、そのまま続行するというものです。こんなルールでデュエマしていた方、結構多いのではないでしょうか？ちなみに僕はこのルールがありました。そしてよく喧嘩が起こるんですよねこれ。ターン開始時のドローしたらもうダメとか、結構厳しいガキ大将がいると面倒なんですよね。お前がルールじゃねえんだよ。すみません取り乱しました。実はこれは勘違いで、デュエマのルール上、ターン開始時のアンタップは必ずしなければなりません。ドローを先に行ってしまった場合などは、その順番の違いがゲームに支障をきたすようなものでなければ、すぐにアンタップを行いやり直し、支障をきたす場合はお互いに話し合ったり、ジャッジの判断に任せるなど、明確なルールがあります。いずれにせよアンタップしないままゲームを進行するのはルール違反なんですよね。もしこのルールがまかり通ってしまうと、タップされていることがメリットとなる、ヘビメタやシャングリラなどをアンタップさせないという、悪用ができてしまいます。なので皆さん、ターン開始時のアンタップは忘れずに行い、もし忘れても落ち着いて処理していきましょう。デュエマ第1弾から存在する初期効果、スレイヤーを持つクリーチャーがバトルする場合、バトルの相手クリーチャーは勝敗に関係なく破壊されるというものですが、勘違いポイントは、スレイヤー持ちはバトルに勝っても同士討ちとなる。これどういうことかというと、例えばスレイヤー持ちがクルトを攻撃した場合、スレイヤー持ちはバトルに勝ってるけど、スレイヤーの効果で破壊されてしまうということ。つまりスレイヤーイコール道連れの印象が歪曲して、スレイヤーイコール必ず同士討ちと誤認してしまっているということです。当然これは誤りですね。スレイヤーの効果とは先の通り、バトルの後、相手のクリーチャーを破壊するというもので、スレイヤー持ちはバトルに勝っても破壊されるというテキストはありません。ただスレイヤー持ちってほとんどパワーが低く設定されているので、スレイヤー持ちがバトルに勝つというケースが珍しいことも、この勘違いを生んだ要因だと思います。ちなみにスレイヤーの効果はバトルに勝っても適用されるルールとなっています。つまりスレイヤー持ちにバトルで負けたクリーチャーは、バトル敗北による死と、その後にスレイヤーの効果による死が訪れ、二度死んだことになります。使えないことはないルールなので、覚えておいて損はないですね。2004年に初登場した多色カード。1枚のカードで文明を2つ以上持っており、マナゾーンに置くときはタップしておかれるのが基本となりますが、子供の頃は勘違いされがち。それは多色カードをマナとして使用する際、含まれる文明全てを出したことになる。これどういうことかというと、本来であれば多色カードをマナとして支払う際、含まれる文明のどちらかしか出すことができませんが、先の勘違いは、どちらも出したことになるというものです。つまり2ターン目にゴンタを出したいときは、このマナでも出せてしまうという誤解。3ターン目にデドダムを出すときは、マナにデドダム1枚あれば出せてしまうという誤解です。当然これは誤りですよね。僕の友達には1枚で2マナ出せるみたいな、文明を超えたルールを作り出した恐ろしい神がいましたね。忍者ストライク。当時斬新な能力として登場した忍者ストライクは、
小学生の頭をかなり悩ませていました。その中でも最も勘違いされていたであろうルールとは、忍者ストライクは1ターンに1度しか使えない。これは誤りです。忍者ストライクは1ターンに1度ではなく、1回の攻撃につき1度だけ、という能力なのです。ここ勘違いしてしまっていた人、結構多いのではないでしょうか。僕も当時忍者ストライクの効果を勘違いしており、忍び弱えと嘲笑っていましたが、本当の効果を知って驚愕。すぐ友達に本当のルールを教えてあげましたが、そんなわけねえだろ強すぎるだろ、と言って採用されませんでした。あの俺様がルールのガキ大将、てめえのことは一生忘れねえからな。次は相手のクリーチャーがブロックした時に使用した忍者ストライクで、相手のブロックしたクリーチャーを除去した場合、ブロックは中止され攻撃が通る。これは誤りです。例えばボルフォアの攻撃時、相手のムルムルがブロックしてきました。その時自分は忍者ストライクを宣言。反動でムルムルを除去した。こうなった場合ですが、この反動の処理ってのはムルムルのブロックが成立した後で行われているので、ムルムルのブロックがなかったことにはならないのです。テキストもよく見ると、ブロックした時と書いてあります。これも勘違いしてしまっていた人いると思います。なぜなら、僕がそうだったからです。コッコルピア。自分のドラゴンの召喚コストを2軽減する鳥さん。シンプルで強力な能力であり、ほとんどの小学生がお世話になったカードですが、これの何を勘違いするのか。ここで問題。バトルゾーンにコッコルピアが3体いるとき、オルシャックドラゴンは何マナで召喚できるでしょう？正解は2マナです。は？ 1 マナじゃねえのって思った方、きっと多いのではないでしょうか？しかしそれは誤りなのです。コッコルピアの能力をよく見ると、コストは1以下にならないと書いてあります。1以下にならない、ということは、1にもなりません。つまりコッコルピアの効果で1マナになることはなく、最小で2マナにしかなりません。これは勘違いしていた人結構多いのではないでしょうか？僕はコッコルピアを4体並べて、ドラゴンを1マナで出しまくっていたので、裁かれるべき対象に間違いありません。視聴者様の中でも勘違いしてしまっていた方、正直に、コメントで教えてください。共にあの頃の罪を償いましょう。以上、小学生の頃勘違いしていた効果などについてまとめてみました。勘違いしていた内容結構多かったのではないでしょうか？他にもこんなのあったってのがあれば、コメントから教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。